皆さんこんにちは。パル先生です。今日も先生のポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。皆さん前回のスロージャパニーズのビデオ見てくれましたか？前回のビデオではすごくゆっくり日本語を話しています。そして出てきた単語も2回3回と繰り返しています。初心者にはいいビデオになっていると思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてですね、実は前回のビデオからこのマイクをつけて話しています。皆さんどうですか？音質かなりいいんじゃないでしょうか？よくこのポッドキャストを撮っている方って、こういう大きいマイクを使って話している方が多いんですけど、先生はこういった服につけるタイプの小さいマイクを購入しました。というのも、実は理由がありまして、先生が撮る動画って実はポッドキャストだけではないんですね。この YouTube のチャンネル以外に他のチャンネルもあるんです。で、その別のチャンネルは全然日本語とは関係ない、また違った内容なので、そういう別のビデオでも使いたくて、この小さいタイプのマイクを購入しました。ね、このマイクだったら家だけじゃなくて、外でも動画を撮れるし、それから仕事で SNS をちょっと投稿してほしいっていうお話があったので、それでも使えるし、もっと便利かなっていうことで、このタイプのマイクをゲットしました。で、さっき、買いましたって言ったんですけど、実はもうすぐ誕生日ということで、プレゼントとしてもらいました。めっちゃ嬉しいです。最近本当にマイクが欲しかったので、超嬉しいプレゼントでした。はい、なので、これからはこのマイクを使って、ポッドキャストを撮っていきます。今までよりもより聞き取りやすくなったと思うので、ぜひ皆さんこれからも先生のポッドキャストを見てください。応援お願いします。はい。では、今回のポッドキャストでは、付き合わない方がいい 3B、3C、3S についてお話ししていきます。なんやかんや先生のポッドキャストで恋愛についてお話をするのは初めてです。なので、このポッドキャストを聞いた後、皆さんの何か意見があれば、ぜひコメントしていってください。ではまず、今日の 3B、3C、3S を紹介する前に、参考と参併という言葉についてお話しします。結婚相手に求める参考という言葉ですね。この参考っていうのは、高学歴、高身長、高収入を示した言葉です。高学歴っていうのは学歴が高い。高身長というのは身長が高い。そして高収入というのは給料が高いことを表します。この参考という言葉は1980年代のバブル全盛期に生まれた言葉らしいです。好景気な日本ではより高い理想を求めていた女性の中で結婚したい理想の男性の条件としてこの参考という言葉が生まれました。そして次の結婚相手に求める参併という言葉ですね。この参併というのは平均的な収入、平凡な外見、平穏な性格の頭文字の平から生まれた言葉です。バブルが弾けて平成になってからは高望みをしすぎないっていう、女性の思考からこの言葉が生まれました。こんな感じで時代によって求める条件っていうのは変わってくるんですね。で、実は最近また新しい結婚相手に求める言葉が出てきたみたいなんです。それが算定というらしいです。実は先生もこの言葉初めて聞きました。
で、この今の結婚相手に求める3低っていうのは、低姿勢、低依存、低リスクらしいです。最近は女性もどんどん社会に出るようになってきて、収入など男性に依存することがなくなってきたので、この言葉が生まれたようです。こう見てみると、時代が進むにつれて、だんだん結婚相手に求める条件のハードルが下がっていっているように感じますね。最初は給料も高くて、身長も高くて、学歴も高い人がいいよって言ってたのに、平成になると普通でいいよ。全部普通でいいよっていう考え。そして最近ではもう相手に依存しないんだっていう条件になってきました。では、ここからは今日のタイトルにもある通り、付き合わない方がいい、結婚に向いていない 3B、3C、3S についてお話しします。ここからいくつかの職業が出てくるんですけど、もしこのポッドキャストを見てくれている方の中に同じ職業の人がいたら、すみません。あくまでネットで言われている、巷で言われているというだけなので、あんまり気にしないでください。はい。では、ちょっとお話ししていきましょう。では、まず最初に、結婚相手に向かない 3B についてお話しします。で、この 3B っていう言葉は、さっき先生がお話しした参考という言葉と同じ時代によく使われていた言葉です。で、この 3B が表すものは、バーテンダー、バンドマン、美容師です。この3つの職業は結婚に向いていないとその時代によく言われていました。実はこの 3B は今でも言われています。ただ、特にバブルの好景気を知っている方々からすると、イメージ的に収入面でちょっと不安があるかなっていうものです。バーテンダーもバンドマンも美容師もイメージでなんとなく収入が低いんじゃないか、生活が苦しいんじゃないかっていうふうに想像されます。ただ先生的には他にも理由があると思っています。バーテンダー、特にバーテンダー美容師って女性と接する機会も多いと思うんですよ。お客さんが女性でお酒を出すとか、美容師でお客様が女性で、この髪を整えるとかで、やっぱり女性との距離が近いっていうところで、結構心配っていう声が上がっています。バンドマンの場合は、やっぱりお客さんというかファンの女性とつながるとか、そんな心配もあるみたいですね。先生も結構やきもち焼きなので、嫉妬しやすいので、この職業が嫌というわけではないけど、女の子と関わる機会が多いとか、距離が近いっていうのはちょっと苦手かな。心配になっちゃうというか、なんとなく嫌だ。そんな感じがあります。心配っていうと、相手のことを信じきれてないみたいになっちゃうので、そういうわけじゃないけど、恋人として心配になっちゃうから。そわそわしちゃうから、っていう感じですね。あとは、バーテンダーとかだと、お酒飲む機会もきっと多いので、それでやっぱり酔ったりしてで心配っていう人も結構多いみたいです。では次に 3S。同じく結婚相手に向かない 3S を紹介したいと思います。この 3S は消防士、スポーツインストラクター、整体師です。この3つのイメージって筋肉が多い、体力もあって体も鍛えてるから頼りになるなっていうイメージがあるんですけど、チャラいって
言われることも多いんです。で、このチャラいっていう意味は、女たらしっていうと良くないけど、やっぱりその女遊びもよくするっていうイメージがあると言われています。実際はわかんないです。もちろんそんなことない人もいると思うんだけど、なんかそういうイメージがあるみたいですね。ただ、さっきの 3B と違うのは、収入に関しては特に申し分ない、心配されないっていうところですね。でも、この職業もやっぱりちょっと結婚には向かないんじゃないかと言われています。あとは多分、休みが不定休だからっていうのもあるかもしれません。こういう職業って土日休みとかではなくてシフト制になるので、そこでやっぱり付き合っていくとデートになかなか行けないとか、そういったところも理由としてあるんじゃないかなと思います。かっこいいと思うけどね。私の彼消防士なんだって言ったら、すごいねってなる気がするけど、やっぱり心配なこともあるみたいですね。で、実は最近新しい言葉が出てきて、これもタイトルにあるものですね。3C。最近 3C っていうのが出てきたんですよ。で、この 3C が表す職業がカメラマン、クリエイター。で、最後がなんか面白いんですけど、カレーをスパイスから作る男らしいんです。カメラマン、クリエイターっていうところでは、やっぱりこれも女性と関わることが多かったりっていうのがあるのかもしれないです。で、なんでカレーをスパイスから作る男がここにランクインしてるのかなって思ったら、理由が意識が高い。意識が高すぎるとか、こだわりが強くてちょっとめんどくさいっていう意見があるみたいなんです。でも確かに普段スパイスからカレー作るってあんまりないよなって、めっちゃこだわりあるんだなって感じますよね。なのでちょっと結婚するとかってなると、後々めんどくさそうだから向いてないんじゃないかって言われてます。なので、みんなカレーをスパイスから作らない男を探してるんじゃないかなと思います。で、ここまで散々向いていないものばっかり紹介したんですけど、実は結婚相手に求める 3C もあるんです。で、結婚相手に求める 3C っていうのは、快適、通じ合える、協力的、この3つらしいです。で、この3つは英語から取った C らしいんですけど、どういうことかというと、生活水準を落とさないで子育てとか、快適な生活が送れる収入、それから理解し合えて価値観が近いとか、家事を進んでやってくれるとか、この3つを求めているっていう人から生まれた言葉らしいです。なので最近は、これがやだばかりじゃなくて、こんな人がいいよ。ちょっとプラスの、単語も出てきたみたいです。みんなもね、知っている通り、先生車が好きなんですけど、先生の周りって同じく車好きの人が多いんですね。で、その界隈でよく言われるのが、車好きの男は彼氏にするなみたいな、そんな話が時々出てくるんです。で、その理由って今日出てきたカレーをスパイスから作る男とちょっと似てるんじゃないかなって思いました。というのも、この自分の好きなものに対する情熱とかこだわりが強すぎるっていう場合によく恋人に向かないって言われるんですね。やっぱり女の子にとって置いていかれやすい、話についていけないとか、何でも自分の趣味の方ばかり優先されちゃうみたいな、そういうとこで向いてないって言われるんですよ。車も同じで、
やっぱりお金がすっごいかかる趣味なので、例えばデートとか、あとは一緒に食べるご飯とかに全然お金使わないで、その好きな車にばっかりお金を使う。好きなパーツ買ったりとか、例えばドライブばっかりでガソリン代に使うとか、そういうところで女の子にとってはなんか不満な気持ちが出てくるっていう場合があるのかなと思います。ただ、先生的にはそういう場合は同じ趣味同士が付き合えばいいんじゃないかなって思います。そうするとより理解してあげやすい、お互いに。男性でも女性でもいいけど、相手の趣味同じだったら、私も好き、僕も好きだから、その気持ちがわかるっていう面で、うまくいきやすいんじゃないかなと思います。で、実は、この内容についていろいろ調べているうちに、また新しい3を見つけたんですよ。その新しい3っていうのが 3H。もう全然聞いたことがなかったんですけど、3H っていうのがまた出てきたみたいで、これが不動産やホスト、編集者らしいんです。で、この3つは、休みが基本的に少なくて、生活が不規則。だから、生活リズムが合わないっていう点で、付き合わない方がいいってまた言われてるみたいなんですよ。こんな感じで、どんどん3何々っていうのが出てくるから、なんか、ね、将来もう20年、30年後とかは、もう全部の職業ダメって言われるんじゃないかっていうぐらい、本当にいろんな職業が向いてないって言われてるんですね。なんか怖いですね。そう思うと。ダメっていうわけじゃないんですけどね。そう、あんまり良くないよって思う方が多いみたいですね。先生はそう思ってるわけじゃないんですけど、ネットではそういう風に言われてます。みんなは恋人とか結婚相手に求める条件何かありますか？先生はあんまり高望みしていなくて、なんか最低限のことがあればいいかなって思ってます。例えば、礼儀がちゃんとしてるとか、この挨拶がしっかりできる人とか、知らない人に対しての態度とか、そういうのはちょっと気にしてしまいます。あまりにも態度が悪い人、どんな場面でも挨拶ができない人は、ちょっと気になるかなっていう感じです。あとは、例えば家事を一緒にしてくれるとか。例えば先生が完全に主婦の場合だったら、いいんですけど、お互いに仕事しているっていう状況だったら、一緒に分担できるような人がいいかなって思います。でも他はあんまり気にしてないですね。収入も、それはもちろん少ないより多い方がいいのかもしれないけど、別に少ないからやだ。高いからいいとかはないですね。はい、ないです。あとよく言われるのは価値観ですね。これは別れる時もよく聞く原因で、価値観が違うから別れようって言ったりもします。で、価値観もいろんな価値観があると思うんですけど、大体が合っていればうまくいくと思ってます。ただ、あまりにも違う価値観だと結構難しい場面が多いですね。例えば、お金、金銭感覚が違う。何が高くて何が安いっていう感覚が違うと、やっぱりどっちかが我慢しなきゃいけないこともあるだろうし、あとは恋愛として異性までどこまで OK？ どこからが浮気になるっていう考え方かどうかっていうのもこの価値観に入ると思います。みんなの恋愛に対しての価値観もあればぜひ何か教えてください。はい。では今回は結婚に向いていない 3B、3C、3S についてお話ししました。みんなもまたコメントぜひ何かしていってください。
では今日も先生のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。